今夜の10時でございます。音声は言ってますかね。10時、12月17日、年の瀬ね。年の瀬ね。いろいろ皆さんありがとうございました。本当名古屋まだもちろん続くんですが、今日はお休みでしたけど、23日までありますので、よかったら私はちょっと行けませんけどお越しいただければなと思います。いやもう本当楽しかったですね。あったかいですよ、名古屋の人、どこの人もですけどね。はい、ちょっとティッシュを持ってくるの忘れました。すみません、この夜の遅くに、ライブ配信を始めておりますまあどうしてもね、皆さんに一言お礼が言いたかったので、あいかきぬこさんこんばんは。早いですね。もうこんな時間なかなかやることないんですけどね。いやー楽しかった。飲み疲れたさとこさんもつくしさんも板脇さんもこんばんは。飲み疲れました。ちょっと昼寝を2時間もしてしまいまして、今日は絶対もう 100% 寝れへんなと思って、すみません、適当に明日お仕事でしょうしね、皆さんね、お付き合いいただければと思います。まあ身近なものを絵にしてみましょうみたいなテーマにしてみようかなと思いまして、なんかね、書くもの困るとかいう人、そこら辺の木の根っこでも絵になりますぜっていうことで、今日はちょっとやろうかなと思ってます。いやー名古屋本当に、いや昨日10ね、何人、15人弱ぐらい、二次会ちゃうわ、行きまして、コージェーヌさん多分寝てはるでしょうからね、この時間からやっております。コージェーヌさんありがとうございました。いろいろ幹事長代理もね、ありがとうございました。もうあれだけね、やっぱまとめるのも大変でしょうしねまあ皆さんほとんどね、もうその日に会う方が多いので緊張感もありますけどね。こんばんは、ずっさんさん、パラブーツさん、カメポンさん、ハーモニーさん、長良川のハーモニーさんありがとうございました。ね、楽しかったですね名古屋飯は濃い、名古屋飯は濃いということで、味噌おでんにびっくりしました。味噌おでんと、あとはあれですね、味噌煮込みうどんは濃い稲葉さんも山田さんもありがとうございました。山田さんもね、どの方が山田さんやったかちょっと僕は覚えてないですけど、すみませんごめんなさいね。多かったもんね、ギャラリートークね。なんかいろんな会場の中で一番多かったかもしれんなと思いました。ギャラリートークというかただ絵を描いてただけなんですが、朝も描いて、午後もあんだけ描いたらさすがに人って疲れるんやなと思いましたよ。そしてまた絵を描くというこの頭のおかしさね。ターコさんね、はいターコさんって言われたらわかるわごめんなさいね。ターコさんね、はい、 OK です。完璧つながりましたよ。ごめんなさいねそうか、ターコさんとあれやね、楽しかったですね。もう名古屋飯が食べれる店みたいな感じで、今日多分ね、コウジさんは朝早い仕事なんでもう寝てはると思いますよ。よいしょ。いやーもう初めてかもしらんな。初めてやったな、泊まったのは名古屋。いやー面白かったな。で朝方も6時半にまた今日コージェーヌさんが迎えに来てくださったんですけどね、金箔付きエビフリアね、もうエビフリアがあれダガヤね、本当にね、ダガヤは違うのかな金箔付きのエビフライなんかねえ、だから皆さんもなんか一度はね、いろいろ行かれたら、行ったお店はなんてお店やったかな、
もう名古屋飯が食べれるみたいなお店でした。これはですね、ファブリアーノ今日使ってます。これ実はいただき物で動画にせんといかんなと思ったんですけど、ファブリアーノの何百グラムなのかな、300グラム、の中目の紙でございます。中目、中目、なんていうの知らんけど、いやーほんとね、またね名古屋もあれば、ちょっとね初めての紙やけど、こういう若干の繊維質みたいなのがあるんですね。繊維質がファブリアのを使ってます。ちょっとまず実験的にどんな塩梅かなと使いながらやっております。これちょっと宮崎のですね、日南のところの木を書いております。だからまあ皆さんも近くのあれとかね、行かれたら近くの神社で見たらこんな感じの風景があるかもしれないし、まあ、ここはすごい手入れ届いてて素晴らしかったですけど、まあなんか日常の中にもそういうモチーフになるものありますねということで、今日はですね、鉛筆さん、サスケ大猿さん、初めてかな。なんかやっぱね、やらない時間やから初めてのような感じの人も結構いますよね。そういうのね。まあいろんな人会いましたね。遠いところはでもまあ関西からも結構ね、関西は多かったですね。あとは金沢ね。金沢って遠いでしょ多分ね。よくわからんけど、広島とかもいましたもんね。もうありがとうございました。次まあ機会があれば3年、まあ来年は一応大阪ではやる予定にしてますけど、名古屋は3年後にできるかどうか知らないです。こういうにじみみたいにちょっとできやすいのかもしれんね。こう考えるとまたなんかちょっと違う感じはしますね。なんかね、やっぱね、紙の種類としてはね。ちょっとの水で少し凹凸ができやすいのかな。少しそういう感じはするかな。よいしょ。紙もね、いろいろ高なってきてるからでしょ。皆さん高なってきてるんでしょ。まあだらだら1時間ぐらいで終わらそうと思ってます。ちょっと土台だけはある程度作っておいて、そこからは結構もうほぼガシガシと書いていこうかなと。まあなんかね、あれのね、クロッキーなんかね、ちょっと皆さん参考になりましたかね。ああいうことが一番伸びる。単にクロッキーやれとかいうのじゃなんかあまり言葉としては足らんかなと思ってちょっと実践をしてみたわけですね。だからああいうようなことも面で捉えていくみたいな両方もあっていいかなというふうに思いますし、その場のですね、臨場感みたいなものとかですね、その人の雰囲気に合わせて書き方を変えていくとかっていうのもあっていいかもしれませんしね。ピタッとね、コメントが止まると怖いですよね非常に良好ですと出てるね。よいしょ。いやでも本当そうね、なんかね、楽しかったですね。本当ギャラリートークは多分過去一じゃなかったのかなという感じしますね。通り雨さん、通り雨さんすみませんでしたね。ごめんなさいね。先ほどメールちょっといたしましたけどね。なんかね、本当に岡山まで行かれてたんでしょうね。岡山まで私の絵が出てたんでしょ。岡山の県立美術館ですか。なんか私の絵が1枚多分あるらしいので、保木美術館名品展、ぜひぜひポストカードを買ってくださいそしたらまたね、保木美術館さんに呼ばれるかもしれないので、あれはやっぱポストカードとかでよってやっぱ人気とか見てはるんですよ。もちろんね、当然ね。だからね、
よかったらね、僕の絵をもう少しこう保木美術館さんに収蔵してもらいたいと思ってくださるなら、ぜひいわゆる忖度をまあ無理せんでいいですけどね。はい、少し木のあれを書いております。岡山の方も何人かからメッセージ来ました。先生の絵出てましたよって。珍しいですね。僕の絵2枚しかないからね。2分の1が出てたんですね。ね。ゆっ思いますね。よいしょ。ピッ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 。まあでもやっぱ、まあ百貨店もまあ楽しいんですけど、やっぱ画廊の個展って、やっぱりもう目的をちゃんと持ってね、もう私の絵だけを見に来るっていう感じで来てくれはるから、やっぱりこう、まあデパートも多くはそうですけど、やっぱりなんぼかは、たまたま寄ったんやで、みたいな感じのね、方がいて、やっぱりね、画廊の方がこうなんか、絵を見に来たっていう感じで、そっちの方が緊張感があって楽しいですよね。愛とちえさんもこんばんは。こんばんは。展示伺いました。鉛筆さんありがとうございます。どの方やったんやろ。絵の具さんと鉛筆さんがいますよね。絵の具さんという方もいますので、実物全然違いました。皆さん大体言いますよね。幾同音にこんなに物質感とよく言ってるこのおっちゃんが言うてることがちょっと分かったぞみたいな感じかもしれませんよね。やっぱね、物質使うわけですからね、そういうのは大事にされていった方がええかなと思います。よし。ちょっと白が欲しいのですみません。今日寒かったですね。皆さんのとこ大丈夫でした？ゆきちゃんもこんばんはと。伊藤千恵さんも、トム1957さんも。今日クロッキー会でした。よかったですね。絵描き猫さん。言うてたやつや。かけたかけたでもね、ちょうどじゃあ、タイミングとしては、昨日の今日やったから、案外良かったかもしらんね。予行演習できたかもしらんね。初めては書けへんでしょう。まあそんなもんですよね。こっちやった。間違った。初めてはなかなかね、難しいですよね。まあ僕はああいうこう、クロッキーっていうと輪郭線をなぞるようなイメージ、線でこう輪郭を描くイメージなんですけど、もうちょっとこう幅広く捉えてあげた方がいいんちゃうかなというふうに思ってたりします。もちろんね、形を取ることが一番かもしれませんけど、そればっかになってしまったらね、やっぱね、ちょっと不透明水彩みたいな感じですね。で僕はこうなんかこう屋外で描くときはちょっとこういう感じで描いていきます。こういう感じというのは水とかを結構少なめにして、やっぱどうしてもですね、水とか多いと乾きが遅いので、難しかったですと。ともえさんもこんばんは。ゆきちゃん、私も参加しましたが難しかったですか。すごい木ですね。いや、なんか何気ない木でしたよ。案外見ればこんなんありますよ。いろんなところに意外とありますよ。結構ね、皆さんね、見過ごしがちなんですよ。お兄ちゃんも素直に今日は寝ました。お父ちゃんが2冊だけ絵本読んであげましたら寝ました。すっと。弟もすっと寝ました。ガサガサガサ。まあ皆さんだらだらと日曜明日仕事やろうけど仕事の方も多いでしょうけど、ちょっとカメラありますね。お酒でも飲みながら、だらだらとお付き合いください。だらだらとね。ねえ、また名古屋本当ちょっと行きたいなと思いますよね。
まあでも本当に用事ないでいかんからね。でも名古屋城は見れといてよかったですよ。名古屋城ね。徳川家康じゃーって言ってましたよ。開門じゃーって言ってました。家康ブームですからね、今ね。違うんですか？よいしょ。ガサガサガサ。少しかすらせたりしながら水をちょっと少なめにして描いていってます。まあ、冬場こういうね、今日みたいにめちゃくちゃ寒い日とかは屋外で描くとなると、もうこういった方法が無難かなと思います。ちょっとそんな感じで今日はイメージで描いております。よいしょ。本当なんかね、いろんな方にお会いできてね、人もね、昨日あそこでライブ配信やって、昨日か、お城でやって終わった後にやっぱ何人か来たんですよ。ちょうど終わったタイミングで2組来られたかな。間に合いましたって言って、間に合ってないですねみたいな感じだったんですけど、で画廊の方にちょっと遅れて行ったんですけど、だからもうすでにね、結構な数の人いてびっくりしました。あんないると思わんかったから。その中に一人なんかわかるとか言われて高校の担任の先生来てびっくりしましたよね。僕はがき出したかな、なんかその出した記憶ないんやけどな。担任の先生久しぶりに会いました。20年ぶりぐらいかな。1回だけ同窓会やったんですけどね、同窓会やってそれ以来やったから、その時もなぜか僕が感じさせられて、東京に住んでたのにですね、トムさんは今終わりましたと。昨日画廊にて、ドリドリママさんね、ありがとうございました。ドリドリママさん、僕イメージ通りやった久しぶりにイメージとほぼ合致するぐらいの、明るい方でですね、お友達もね一緒に来て楽しかったですね。もう本当に、いやこの方がこの絵を描いてらっしゃるんやとかね、なんかつながってったりすると面白いですよね。あとイメージ通りな感じやったのはやっぱ伊藤千恵さんかな伊藤千恵さんかな。となんかイメージがすごい合う感じはするな。なんかこうたまにこう個性とかがありませんとか、なんかね、私の絵とか個性がないんですけどとかって言うたりする人がいたりするんですけど、案外その人の洋服とかなんか好きな髪型とか、案外そういうものによってその人の個性って出るじゃないですか。そのままやればええと思うんですよねハーモニーさん、ドリドリママさん、昨日は楽しかったです。ありがとうございました。ハーモニーさんもなんかね、誰とでもスッとこう仲良くなれるタイプの素敵な笑顔されてますもんね。スッと仲良くなれる感じがね、ハーモニーさんをね、そんな感じしますよね。ドリドリママさんももうすぐなんか友達がワッとできそうな、僕みたいに暗い人間じゃない感じがしてね、僕みたいにこんなネクラでもどうしようもなくてぐじぐじ言うてるようなね、タイプじゃない感じがしてですね、なんかそんなのを見たりとかしてましたガシ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 、でも本当にこう変な話、ああいう場で会ってもほとんどの人初めてやけど、本当にすぐに打ち解けますもんね。あれ怖いですよね。何なんですかね。うちの袋もそうやったもんな。なんかの時一回行ったらもうすぐ友達になってたもんな。僕なんかもう友達が全然できないからですね、もうどうやったら友達できるのかわからんから、本当に教えてほしいんですけどね。すっと友達になれるし、皆さんあれやっぱ共通のね、私の悪口を言い合うというのがやっぱ共通のあれとしてあるのかなと思いながらですね、おっさんもふざけんな、私こんな悪口言われたんやでとか、私こんなん言われたんやでとか言い合ってるんでしょ。だからそんな感じがしてですね、なんか羨ましいなと思って、どうやったら友達できんかなと思ってますけどね。なんかね、
イメージ通りの伊藤です。あ、天野さんもこんばんは。あけみんさんもこんばんは。MM さんもこんばんは。名古屋城を描いた時、あんまり上がりをあれね、やっぱりこう動画としては、やっぱりお城を映した方がええんかなと思うのと、でもやっぱりなんかこう、視聴回数とか見てると、絵が大きい方が視聴回数伸びてる気がするから、最近はあんまりその後ろの背景とかを映さないようにっていうか、絵の方を大きくするようにしてるんですよ。その辺もね、こう、どっちがやろうなと思いながらやってますけどね。晴れてきた瞬間を本当に映せたらね、めちゃくちゃ良かったんやろうなと思いながらですね、日がバーッと当たってきてめちゃくちゃかっこよくてですね、でもいいですよね。あの時最後にこう声かけてきた子、マラソン大会大丈夫やったかな、今日雪の中走ったんかな、話しかけてきた子がいて、大学生ですって、福島の大学生です言うて、何しに来たん言うたら、いや明日三重であれでって言って、いや日曜日ですね、今日マラソン大会やって言ってたけど、今日あったんかね、三重の。そしてそこから福島に帰れたんかな、あの子は。大丈夫かなそんな心配をしているというね。大丈夫かよいしょ。あ、ドリドリママハーモニーさん、昨日ありがとうございました。昔からの友達みたいでしたあ、こんばんは。オフ会楽しそうでしたね。今、芋会からスナップ写真いた。あ、僕スナップ写真欲しいの。飲み会のやつもらってないの。芋会の中だけで共有するのってね。そんなあれね。私送られてきて、ね、先生はミスター居酒屋のような、こたつのような。私ミスター居酒屋いや、ミスター居酒屋はやっぱりあれじゃないですか。コージ N さんじゃないですか。なんかそんな感じしたな。ね、明るいね。皆さん明るい方ばっかりでしたね。コージ N さんやっぱねじり鉢巻きでガラガラ声でですね、いらっしゃいしゃいしゃい、上野のですね、アメヤ横丁、もうすぐ多分ね、年末になると、よくね、アメヤ横丁の映像映りますよね。いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいってやつね。あんな感じですよ、イメージね。皆さんしといたら、ねじり鉢巻きでですね、いらっしゃい安い安いよ、伊勢海老安いよとかですね。いや、ちょっと、はい、チューハイちゃうわ。ハイボールいただいた、いつぞやいただいたウイスキーと、はい、でございます。いただきます。すみません。まあ僕友達になれるけど、あんま覚えれないんですよね。誰やったかな、この人って。失礼なんですよね。でも田中角栄さんはね、あれですよね。人の名前とか覚え忘れてしもたらすごい手があるんですよ。知ってます？君は名前何だったっけってこう聞くんですって。あ、私は忘れられてるわとかって思って、例えば田中です、鈴木ですとかって答えたら、いやいや下の名前はってこう聞くそうですよ。ね、上の名前は知っとるわみたいな感じで。うまいですよね。僕その手で行こうと思ってね。もうここでバラしてしまって最悪や。田中角栄さんのね、やり方で、君の名前はって聞いて、君の名前はってね、聞いて、私忘れられてると思ってね、何々です。いや、下の名前は、おみたいな感じで、花子さんか、みたいな感じで答えるというのが田中角栄さんだそうですよ。ちょっとやっぱりこういうシミとかができやすいから、乾燥どう言うたらいいかな。ある程度突然ギュッとこう乾き方としてギュッと乾いてくるのかもしれないですね。まあそれでなんか大きなこう僕の中では書きにくさとか書きやすさには僕の中あんまつながってこないんですけどね。こうその状況に合わせてまた絵を変えていくというか。ちょっとこういうこう筆とかでもね、そしてなんかこう原液に近いのとかでね、わしが全然あかんわ。筆がちょっと先っぽがねえ、田中角栄さんなんかね、もちろんなんかあれしたけど、なんかね
国民のためになんかやるんやっていうのでお金も必要やがっていう感じと、今のちょっとなんか違う気がしますもんね、なんかね。よいしょ。田中真紀子さんのおしゃべりもセンスありますよね。田中真紀子でございます。違うか。本当にですね、もう永田町のこのきな臭いですねみたいなね感じの言うてはりました。あれ面白かったですね、あの記者会見ね。もうドヨンとした空気がですね、本当にですね、田中真紀子でございます。見てないね。そういうのやめときって怒られるかもしれないな、またな。すごいですよね、79歳。あの喋りはびっくりしますよね。何もかとあれ180ぐらいまでいきますよね。世界記録出しそうな勢いありますよね。この間記者会見やってましたね。相変わらずご主人がいい感じですよね。なんかねざっしりに惹かれてるっていうね感じがもうたまらんですよね、あれ見てるとね。直樹さんやったっけね、もうあれがおもろいな思って、僕はどっちかそこに注目してしまいますよね。一つも報道されてなかったですね、元両方国会議員やけど面白いな思って似てる。本当ですか、嬉しい。田中真紀子違うね、田中やめましょう。もうちょっとダミ声ですよね。清水美智子さんがうまいですよね、めっちゃね、モノマネね。なんかね少し濃い色を置いていって、アクセントになるような感じでやっています。いやもうほんと年末まで少しゆっくりもできるのでですね、もちろん絵描くことはあるんですけど、あとはね動画勝手に公募展とか待ってますのでね、そういったことが最後今年の仕事になってくるかな。もちろん画廊の方は個展やってますので、皆さんねよかったらまだ行かれてない方、お近くの方チャンスあったら行ってください。みんな幾度に言います。全然本物は違ったわってみんな言います。こういうことこのおっちゃん言ってたんやなって、分かってもらえるんじゃないかなと思います。東京からずっとね続いてきましたけど、一応名古屋で一旦指名させてもらうということです。軽井沢とかにも日動画廊さんあるんですよ。なんか夏とか季節限定で開けたりするんですけどね。でそういうところに飾られることもあったりします。コーダシャーミーさんとなんか似てますね。コーダシャーミーさんとかね、僕ら世代はもう全然知らないですもんね。よいしょ。少しガツガツ水気を少なめにしながら描いていってます。よいしょ。動くんですかね、正極というかねって言われてますよね。 X で近しみたいなね。なんかね、なんかでももしね捕まったらもう一回また頑張って上がってきはったらいいですよねね。よいしょ。かすらせながらこういう木の表情とかをかすらせながら描いていったりとかしています。本当ありがとうございましたということを伝えたくてですね、本当に楽しい名古屋でございました。東京ね、ちびたちに会えてね、ありがとうございました。本当にいつもね、もうお兄ちゃんとかにとってはもうね、千恵さんがね遠い親戚のお姉さんやと思ってるよっていう感じですもんねもう皆さん本当ありがとうございました。スウェーデンからもねなんかねお菓子いっぱい送ってきてもらって、あれも楽しかったですわ。郵便局の人が偉いなんかね卵型のチョコレートが割れたから、もうこれ弁償せんととかって言ってはったけど、私たちは別に全然いいですよって言ってですね、今日上がってますのでよかったらご覧いただければと思います。こんな感じでザクザクザクと、書いていっております。
ガジェットで見る。よいしょ。ほんと金箔のね、あれのエビフレアとか本当あんなあんねやって思いましたよね。おもろーと思って、あんねやなーと思って、そうね、見えっ張りやって言うけど、ああいうとこなんですね。ああいうところなんやなと思いながらですね。誕生日の時に配信した時もあれペロペロでしたもん。あれ結局3人で1升飲んでますんで10合飲んでますんでそれはベロベロやわっていうぐらいあれ飲んでました。でも全然支店長大丈夫やったって言ってましたね。強いわ。で少しずつこう雰囲気が出てきてますよね。天野さんありがとうございました。素敵に似顔絵描いていただきありがとう。いえねえ本当にだいぶ描いたけどね、何枚描いたかな。30、40ぐらい描いてるのかなと思いますけどね。こういう機会しかないしね、もうそれはもう全然ね、もう本当にこれからも皆さんよろしくお願いしますね。もう本当にね、皆さんがメンバーでいてくれるだけでむっちゃんはもう助かってるんですよ。もちろんね、本当ありがとうございます。やっぱね、もう安心して仕事ができているのはもう本当それありますもんね。バイト行かずになんとか持ってますからね。本当に年末ぐらいバイト行こうかな思ってましたけどね、行かずに行けそうですよ。はい、ありがとうございました。ね、少し不透明の、ね、ガツガツと乗せながら、苔みたいなものも表情を掴んでいってますね。ガガ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 ガ。やっぱ弟が起きたか。起きたな。弟はやっぱね、嫁はんが離れてると気づきますね。お兄ちゃんも結構入るともう朝までいてくれるんですけどね。ヤーさん、地元ではクロッキー会がなかなかないので都合あったら参加して、ダンスを止まらず踊っているのを描く時間があって、それは難しそうやな。ムービングってやつね、難しいですよね。ムービングが難しいですよね。なんか堅苦しくね、そういう会に参加しなくても、昨日みたいな感じでなんか友達同士でも場所さえあればですね、別に天気が良ければ屋外でもやればいいんですけど、もんね、できますしね。屋外とかでやってたら変かな。大丈夫です。そんな人は見てないですよ。止まった。大丈夫かな。止まったね。大丈夫ね。精霊が宿ってそうな気です。ここの場所がね、やっぱなんかすごい雰囲気ありましたもんね。実際ハーモニーさん、実際先生の富士山は絵を見ると遠くに見える建物がなど小さく描かれてますが、目が疲れません。肩、いや凝らないですよ。肩全然。やっぱ仕事なんか多分嫌な仕事してた時が嫌なって言うとあれやけど、やっぱね、7割ぐらいやっぱやりたくないこともやらなあかんかったからですね。例えばね、東京芸大みたいに助手とかいりゃいいんですけど、出席取ったりするのは僕やってましたからね。そういうのに比べたら全然なんとも思わないですよ。あら、ゆうさんもおはようございます。ちょっと細い筆を使っていこうかなと。かなりガツガツ描いていってますね。面白いでしょ。いや、肩とか凝らないですよ。
本当になんか昔の方がそういうの凝ったりしてましたよ。今は全然。でもやっぱ若干太ってきてるんでね、それだけね、同じほぼ食生活プラスチビが残したものも食うてますのでやっぱ太りますよね。で運動も以前よりも格段と動かなくなったので、それはまずいなと思ってるんですけどね、全くダメですね。ググググググぐっとこう引き締まるような暗い色を少し置いてみたりとかしていってます。まあね、もう50近いしね、もうそりゃそうやね。ここはね、宮崎のですね、宮崎の日南市でよかったかな。日南神社のとかやったと思うんですよ去年の1月2月か、ジャイアンツキャンプを一緒に見に行ったんですけどライブ配信で海も描いてるはずです。でその時に撮ったもので、だから要は冬のね景色でも絵にできますぜっていうのをなんか伝えたいなと思って、自分の身近な神社とかでももしかして、そういったとこあるかもしれないじゃないですか。神社じゃなくてもそんなにこうねどっかに行かんとっていうわけじゃなくてもありますねっていうことをちょっとお伝えしたかったんで、今回こういう風にしております。どうしてもね皆さんねどっか行かんとってなるんですけど、いや身近ななんかでもあったりしますねということですね。くるくるホイールさん、こんばんは。適当男さん、三河の適当男さん、風呂で寝てました。死にますよ本当に死にますよ。いやダメですよ、風呂寝ちゃダメですよ本当に。昨日皆さん疲れたでしょあれね。絶対気張ってますもんね。僕は全然ああいうの全然何度もやってるから慣れてるけど、皆さんにとっては全員知らん人で、僕も知らん人がほとんどやけど、ああいう飲み会とかね、それでも楽しかったでしょ多分ね。適当さんもね今度ね行かれるんですね、海外にね。ちょっとね羨ましいな思ってね。めっちゃ寒いんちゃいますかね。今度どこどこに行きます言ってたから、羨ましい。ねだいぶねこう少しずつこうですね、で書くところをちょっと集中的にこう絞りながら書いていってます。1時間程度では終わりますので、11時には皆さん寝ましょうね。私は2時間今日昼寝してますので多少元気です。ね、こういうちょっとした巨木とかね、各都道府県に巨木ってありますよ本当に。ちょっとそういうの調べてみるだけでもいいですよ。インターネットとかでね、インターネットのヤホーでね調べられたらいいんじゃないですか。もう最近ヤホーって言うんですよね5G になったから早いそうですよ。ナイツさんのギャグをパクってますよもちろんね。ヤホーって言うんですよ。インターネットでヤホーって調べましたって。よいしょ。水は気は少なめにですね。でとにかくここの気を集中的に書いていってますよね。よいしょ。立体感が。イヤさんの言う通り、僕もそうエクセルとかねめんどくさいですよねめんどくさいよね。なんかねピピピってしゃべって、もうチャット GPT とかでピピってしゃべって、それが全部表にシュッとできるようになってるのかな。そうなってきてほしいよね。ピピってパワーポイントちょっと喋ったらもうできるぐらいね。こんな感じでさ、こんなんですさ、ちょっとクルルルルとかって言ったらかしこまりました。そんなん言わへんかそんなんなってくる時代になってくるとは思うんですけど、あとは使いこなせるかですよね、そういうのね。もう
この間の横浜でこうやってた仕事なんかでもすごい優秀なんですよ。もうパソコン持ってきて僕がペペペって喋ったらそのイメージをその場でこうパソコンで描いてくれるんですよ。絵をブワーッとこんな感じですかとか、うわーこういうこう優秀やわーと思ってね優秀やねーって言いながらですね、そりゃこりゃね、さすが大手広告代理店の人やな思って思いましたよ。こりゃ優秀やわって。よいしょ。勝手に公募点が迫ってきて焦ってます結構聞かれたんですけど、なんか過去に違う展覧会に出してとか、それでもいいんですよ、全然。ただそのこうテーマに合ってるかどうかとかそういうところの問題出てくるとは思いますけど、勝手に公募展に関しては結構聞かれたんですけど、過去のでも全然もちろんいいですよ。ぶな酒に入れかけたのでね、いいですよ。よいしょ。今から帰宅します。うわー、こんな遅い時間まで働いてはったんすか。うわー、大変ね。もうどんなお仕事か分かりませんけど、もうお勤めご苦労様でした。もうこういう方がね、日本なのかな、海外かもしらんけどね、もう本当に素晴らしいですね。なんかザバーっとこう全部にこうあれを塗るというのも手ですけどね、完全にこうガッシュだけで描くというのがあっても面白いなとは思うんですけど、ちょっとこれサイドが悪すぎるな。ちょっと色変えさせてください。すみません。ホワイトバランスかな、鮮やかさ、カメラ、焦点ズーム、鮮やかさ、こんなもんかな。よいしょ。宮崎の時は恋ヶ浦でしたね。冬場の海の色も綺麗なんで一回挑戦してみます。 T800 さん、恋ヶ浦でしたっけ。ありがとうございます。もう忘れてますのでですねいや、あの時に門脇くんがあんなに当時やるとは僕は思ってなかった。見る目がなかったですね。秋広くんはすげえいいって思ってたんですけどね、あの時門脇くんより僕は中山ライトくんやと思ってそっちをずっと見てしまってた。1年間よね、一軍に帯同できたんでですね、それは良かったですけどもし何か質問あったらしてください。遠慮なくしてください。髪の子ボコボコがちょっと波打ってるんですよね。あんまこれが治らんねあんま治らんね。乾いたら治るね、あれもあるけどなかなか治らんね。4号です。4号のファブリアーノという紙に書いております。今日はですね、ファブリアーノちょっとこう使ってみてくださいっていうことで、これですね。これは使って、じゃあ見えてごめんなさい。ちょっとね、もう一回ね、ごめんなさい。おじさん一人でやっております。じじいが一人でやっております。こちらでございますね。ね、侍ジャパンでもやれそうなもの、守備力はえげつないですよね。ショート、サード、セカンドできるからね。ごめんなさいね、野球興味ない人ね。本当に。どうしてもね。誠ですしね。生まれ奈良ちゃうかったかな、違うかな。で、なんか東京の方に引っ越してちゃうかったかな。
草加高校ですから、僕はむさびに行ってたんで、草加高校のグラウンドが高野台っていうですね、むさびのところの駅、西武線の駅で高野台っていうところがあって、でそこのあれでしたね、練習場ありましたもんね。当時は僕がいた時なんかはまだ彼は小学生とか幼稚園とかそんな前だと思うんですけどね。いや今思えばあそこからちょっと咳込み出したらお兄ちゃんかな、これどっちやろう。そんなうっそうとしたってわけじゃないですけどね、これね、後ろの方とかね。こういう本当に身近なものでも全然絵になる感じしませんか？本当に根元だけでも絵になりますしね。なんか難しく考えすぎずに、なんか身近なところとかにちょっとね、天気がいい時、あったかい時とかにね、玉川上水沿いを毎日歩いて、みちみちさんや歩いて、僕も歩いてましたよ。みちみちさん、そっか。僕よりちょっとあれやから、僕は大学の1年生の時でしたもんね、あの事件があって、辺りになんかを、ある宗教団体がですね、で玉川上水沿いに隠したとかいう報道出て、チャリンコで走りましたけどね。そんなんばっかりですね、僕ね。報道が出たですもんね。とかつって。案外ね、そのむさびからあそこ歩いたら遠いですよね。20分ぐらいかかるのかな。でも運動にはいいですよね。バス乗って国分寺とか行ってましたよ。でそっから中央線乗って、行ってた、思い出してきた。中央線乗って新宿とか行ってましたよ。高野台から所沢まで行ってなんか乗り換えて行ってましたよ。池袋とか行ってた、思い出した。結局のところ東京芸大でもそうか、日大が江古田やからまだ都心には近いか。若干離れてますもんね。なんかね、よいしょ。もう本当に皆さんね、ゆっくり休んでください。よいしょ。本当ありがとうございましたということをとにかく伝えたかったので、ちょっと今日はライブ配信をしております。ピャッ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 
ちょっとね遊んであるとこもあっていいかなとかね、あ、そうなんですか。あ、太宰治なんですかね。なんか太宰はあれやね、青森ですよね、確かね。よいしょ。まあ、ちょっとラフに遊んでみるところもあったりですね。書けそうでしょ皆さん。書けそうでしょっていつも言うけどね。書けそうでしょ。ね、こう後ろがなんか全然繋がってこうへんな思って。後ろの線がね、ちょっとこうなってんじゃない。あ、で、この辺にこうあれがあって、このぐらいのかな。まあ、奥行きがちゃんと出てるかなっていうことは常に見ながらですね。で、なんか、先ほど絵の具をこう出したばっかりです。そういうこう感じで、少しこうですね、かすらせながら描いていったりとかしてますね。勝手に工房展について、オフ会でお会いした人との絵のテーマが丸かぶりでした。
画風が違ってもテーマが一緒ということは不利な気がしますがどうでしょうか。いや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 、そんなことはないですけど、やっぱりこうその中でいっぱいね同じテーマの絵絶対あると思います。もうね。でその中でもやっぱりこういい絵を上位に上げていって、やっぱりこうっていう感じになるから、それは全然やっぱ被ってくるとは思いますよ。だから被ってきて、でその中で自分の画風とうまくテーマが合致してくればそれでいいので、それ全然。ただやっぱりこう 見る側、審査するとしたら、審査する側っていうのはまだこのテーマかまだこのテーマかってなってしまうことは多々ありますよね。だからもうそれは今からね変えれんかったりするでしょうからね。そういうのって別にこうテーマがない展覧会でも同じことが言えるわけですよね。なんかこう例えば僕らが芸大とかの受験生ね教えたりあれしてた時は顔とか手は描くなって特に芸大なんかはもう一番身近で誰もが描いたことあるし、誰もが描けるもんやし、見て描けるもんやし、なんかこうそういう自由課題に近いような時は手と顔は描くなっていうのは結構僕らの時は言われました。自画像とかね言われましたよ。でもね、その中でもしっかりとなんかうまくはまってくればもちろん全然問題ないですけど、特に手は多いってなんかねいう感じでしたよ。ザザザザとこう書いていってます。もうぼちぼち終わろうと思いますので、1時間ほどで終わろうと思いますので、本当にありがとうございました。そして、一応まだちょっとありますのでですね、それだけお伝えしたくてですね、今日は配信をしております。30枚ありましたね、油絵ね、あれね。2段掛けにしてぐっちゃぐちゃにしていましたけど、もう僕はああいうの好きなんですよね、どっちかってね。もう油絵だけで30枚プラス水彩が5、6枚、30枚以上かな。もうちゃんと数え、部屋の中ちゃんと数えてないな、何枚あったかな。ぜひぜひまた皆さんね、雰囲気出てきたでしょうか。よいしょ。ちょっとチビが咳込み出してますので、お兄ちゃんがまたもう年中ですけどね、冬場はあれですけど、ちょっとぼちぼちお兄ちゃんとこ行ったらんと。身近なものでも絵にできますよ。そして身近なものでも、全然描けますよということで、かなり咳込んでるな。切るかもしれんな。よいしょ。ことでございます。ちょっとドライヤーで一回乾かしますね。やっぱ乾いたらちょっと髪ピシッとしてきましたね。やっぱりこう寒さであんまりこう乾きが遅かったみたいですね、やっぱね。いやテーマ多分それは被りますよ。原則は絵で評価しますよ。だからその文章はもう補足というかそんな感じでございますので、文章では評価は基本的にはそんなにしません。あ、やばい、起きた。すみません、お兄ちゃんがやばいので終わります。すみません、終了。ごめんなさい、咳吐きそうな感じ。